オス日進月歩塩田正宏です。今日は平川先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平川先生は塩田合同から何年前にもう64年くらいになりますかね。64年前に教わっていて、決勝第1期生で先修生として習っていたので、それは佃八幡の道場ですね、はい、そうです。だいぶ厳しい時代だったと思うんですけども、ちなみに天野先生が第7期ですから、平川先生は第1期なので、ちなみに現在何歳？今年の12月で85になる、最初にお会いした時にもう背筋もピンとされていて、僕も合気道を養親館やっていって人間的にね良くなることを目指していて、いろいろお話を聞いてね、その見本になる方だとちょっと思いまして、今日はね技もちょっと見させていただき、お話も伺えればと思います。はい、最初、その塩田合同から習ったっていうことですけども、この前妙っていう話で、妙ですね。武術によく妙って漢字が出てくるじゃないですか。日本武術神妙伝であったりとか、猫の妙術であったりとか、妙って、意味調べるとストレンジとかね、奇妙なこと、不思議なことって書いてあるんですけども、塩田合同の技は、妙だったっておっしゃってましたけども、どういった感じだったのかな。我々が最初入った頃は何が何だかわからん。僕はああいうことができるんだと。はい、もうそれしかなかったですけどね。それからだんだん時間が経つと同時に先生がその妙義をね、妙義をどんどん出されることによってすごいなというね、ただ驚きの一言ですね。普通はこういうところを求めると話せ合わせだって言って、こういうこと、こんなこと全然やる必要ないです。もう合気をかける。これ合気をかけるからこういうこと。これ合気かかんなかったら何にも私できません。こう入ったと、これだけや。石原さん初めて見てるのすごいでしょ。すごいですね。こういう上を持ってね、そんなことやったらもう姿勢も悪くなります。だからまず姿勢をする。こうとかね、こうとかっていうのは絶対ダメです。だからこういうところを持たれてもこうなんですね。どんなに例えばここで非力の要素やってますね。非力の要素。こう持たれたらもうなかなか重いですね。それで相手が不快な感じを持ってない、こういうふうにね、抵抗感を覚えさせないように、もうここからもうちゃんと書いてるんですよ。なるほど。これが妙義ですよ。妙ですね。最初自宅で私服でちょっとかけていただいた時に、そうだ85歳でお聞きしてたんで、こんなに強く持って大丈夫かなって思って、だってここと肩をねこうやって持ってやったんですよ。でも全くねその心配は無用で、強く持ったらなんかつながる感覚が、もう強く持たれるほどスッと呼吸が入るんです。呼吸が入る。で我々の場合は今までこれ生まれてから
吸う息吐く息しか呼吸ってのはやってないですね。そこに今度は武術の中で呼吸を入れるわけです。呼吸を入れる。物理的科学的な動きをやりながら、そこに呼吸を入れるからこういう容易にできるんです。もうこのものとね、話せのってこれはもうとてもできません。おおもうここだよ。おおなんだ吸う息吐く息。またね、皆さんもそうでしょう。吐く息か吸う息。これおおわかりました。肩ですか？肩ですか？がっちり置いて、はい。やってる重ねる動き。もうここからこう。笑ってますけどね。まあ人によってだいぶ違いますから、10人というの。こういうところを持たないと、こういうふうにやるんですね。こことここはもう絶対動かしちゃダメですから。ダメだ。でこの技はですね、この前お話しした時に僕はすごいだいぶ聞いてしまったんですけど、それを皆様にちょっとお届けしたいと思ってまして、で平川先生はもう85歳になられた今も塩田の体の技はこうやってたんじゃないかってすごい研究をされてるんですよ。でお孫さんもその場にいらっしゃったんですけども、お孫さんからも愛されていて、なんだろう、こう人を引きつける魅力みたいなものを感じていて、それ自分なりにこうだからじゃないかなってこう解釈してるんですけども、その今その85歳にこうなって、その塩田剛三の技、今みたいな技はどうやっていたかっていうのを説明をしていただけたらと思うんですけども。結局その愛知というのは気を合わすとかなんとか言いますよね。確かにそうなんですよ。ところが気を合わすだけじゃなかなか理解できない。でそれを呼吸という形で捉えて、いわゆるてこの原理、振り子の原理、それから無知の原理、これを捉えて、その中で呼吸を入れるわけですね。プラス呼吸。それが塩田剛三先生にあったような気がしますよね。例えばてこの原理で言ったら、てこの原理は、普通こうてこの原理でこの主点力点の関係ですね。それでこう普通大げさにやるとこうやるのがてこの原理、これからこう下げるのがてこの原理。しかしこんなことをやるとすぐ分かりますから、なんかされたってここで動きが出ちゃうので、分かりますね。だからそれを分からないように相手の力をピュッと捉えちゃう。捉えるときに実はこういうふうな動きが行われている。ところがこうやってやると、これはちょっともうこれから何かやるなんてことは相手にしやすい。そう抵抗を感じますよね。だからそれを抵抗を感じさせないような、うっとここで取れる。何も変化してないですね。まだ許容範囲で、相手はまだ分からない。俺が優勢だと思ってる。ところが実はもう捉えちゃってる。すごい。めっちゃ強く持って、先生すみません、ちょっと色が変わって大丈夫ですか？紫色になってる。
あれです、最初こうなんかやった時は、ここに変化があるから、またより抑えてやろうと思うんですけども、なんかされた時は、何の変化も起こらなかったんで。これは分かる間はまだね、技聞いたり聞かなかったり。過去に私がじゃあ全て 100% できないかと、そういうことはありえない。もう失敗。しかし、失敗というのもどんどん少なくする。できた、失敗、できた、失敗ってどんどん消化させていく。で最初はこういう幅広いものでこうやーっと押してたりと、どんどんこう針で刺すように、そういうふうに自分をどんどんしみけていかなくちゃいけない。で妙っていうと、この国語辞典には不思議だとか、そんなこと、そういうことはありえないよっていうような内容のことが書いてある。そう合気道ではよく妙義だとか絶妙とかねって言葉を使うんですけど、じゃあ妙を何とやってって、たまたま私が国語辞典引いたら、これからその他心持ち引きなさいって。心持ち引くってね、こんなもんですよ。これじゃ心持ちやない、心持ち引くって心持ち、本当にこんな感じなの、こんな感じ、こう引っ張ったら相手が悪い。非常に合気というのは繊細な武術ですね。もう科学的、合理的、もう非常によくできているなと。プラス呼吸を入れて、こうやってちょっと前から抱きついてきますね。大丈夫ですか？めっちゃ強くここからこれはできませんよ、これ。最初にやられた時は、膨らんだのが分かって、抑えてやるぞっていう気持ちが湧いたんですけども、後でやられた時はそんな気持ちも、まず起こらなかったっていうか、何もされてないからこっちは。何も変化はないんですか？変化ないですね。2回目です。へえ。すいません。よし。普通は予選とやるのが、はい、ここから。なるほど。なるほど。後ろも。後ろ。なるほどだけじゃどんどん後ろそうダメですよ。解説してくださいね、ちゃんと。もう動きません。僕は分かるんで後で言います。人はね、いい加減だって、適当だって思う。もうちょっとゆっくりして、そう思わなくてもいい。もうここ一気に重さが。一気に来るんですか？結局ね、普通はね、これをね、ぶら下がる。こんななんだ。ところがもう、この位置からはね、手のひらをよくです。わかりましたね。わかりましたね。わからないです。わかんない。どういう状況にあっても、この手のひらを開くというのは非常に大事だと思う。こう開くって言ったら、こうじゃないですか。これは力み。朝顔が咲くようにして、このまま止めててもいいんですよ。そういうわけ。よし。それはうん。これちょっとこう
ぶつかってるんだけどあもう相手が崩れてますからね。もう強い力で動かないともう上げられたらこうなります。しかしそういうこの要領が分かるはいだったらでもいいです。はい。で、ちなみに、彼は合気会なんですよ。なので、まあちょっと違うでしょ。違いますね。はい。ちょっとこっちガチで強く持ってっていう、まあいろんな道場がもちろんあると思いますけども、で、そこでね、硬い稽古をして、今こう柔らかくなって、でもその練習方法としては、もう一旦こう、やっぱバーって張って、そこから、もうちょっと繊細にしていくやっぱりそこからどんどんこの力が抜けてきたりとか。はい。よくスポーツ選手なんかね、リラックスが一番いいとかね、リラックスしないとダメだって確かそうなんだ。ところがデレンジャーこれダメ、もうガーッと力を入れたぐらいに気を体充満させるってことが、これも一つの訓練ですからね。でそれがないといくら呼吸のようなとこれつながってなければなる、とこああ、そうだよな。だからこうパッて開けば相手に伝わるのをそれ分からないようになってて、ただ先生のね、意思とか意識がこっちになってくるから、もう繋がってるっていうのはもう僕の中では分かるんですよ。この前帰りにずっと練習してまして、で子供にもかけたんですよ。子供の方がやっぱ繊細だからこうやってこうやっぱちょっとこの持たれたところに少しでも反応させちゃいけないんですよ。だからこうやってパッてなったらちょっとなんかかかるぞとかなんかあるんですけど、それを起こさせないぐらいな気の通しというか、こっちに分散されて、なおかつ先生は僕のことをね思ってくれてるから、一体になるんですよ。その感覚は今日じっくり味わわせていただいたんで、すごいつながる感覚が分かりました。先生、また次の動画でちょっとまた詳しく教えていただけたらと思います。先生、ありがとうございました。どうも。